皆さんこんにちは、みさとです。ここは大阪難波駅です。12月の朝7時前とあってまだ薄暗いです。この位置から南の方を見ると大阪高島や南海難波駅が見えます。今日はほぼ特急だけを乗り継いで東京を目指します。大阪難波から東京へ東へ向かうので、まずは近鉄に乗ります。切符は株主優待のこちらを使います。大阪難波から乗る列車は7時半発のアーバンライナー名古屋行き。火の鳥に乗ることも考えましたが、プレミアムシートは満席、レギュラーシートもかなり埋まっていたので、アーバンライナーのデラックスシートにしました。デラックスシートも残り1席の状態でした。アーバンライナーの入線を撮影しようとしていましたが、あれ？上本町方面から入線しました。てっきり阪神側の桜川駅方面から来ると思い込んでました。早速乗り込みます。名古屋まで2時間19分、横3列のゆったりとしたシートで東京までの長旅に備えます。大阪難波駅に入線して十数分後、7時30分、アーバンライナーは名古屋に向けて発車。火の鳥は客席から全面展望が見られますが、アーバンライナーはデッキからになります。でもその方が最前列の席の争奪戦にならなくていいかもしれません。地下から地上に出て鶴橋に停車。火の鳥の大半の列車は鶴橋の次は津ですが、アーバンライナーは主要な特急停車駅に止まっていきます。布施で近鉄奈良線と分かれて近鉄大阪線を行きます。春徳道駅通過後には JR 春徳道駅が下にちらっと見えます。デラックスシートは半分ぐらいの埋まり具合。途中駅に止まっていくので、途中の乗り降りも多いのでしょうね。デラックスシートを簡単にご紹介します。肘掛け収納のこんなテーブルがあったり、枕は可動式、読書灯はここにあって、肘掛けのここがスイッチです。足元にはフットレスト、裏返せば靴を置いて足を置けます。コンセントは足元のここに各座席分用意されています。さて、アーバンライナーは高安の車庫の横を走っています。下に大和路線の線路が見えると大和川を渡ります。大阪教育大前駅を通過して新玉手山トンネルへ、大阪府から奈良県に入ります。まもなく奈良県内で一つだけの停車の大和八木駅、大和三山の一つのうねび山が見えます。大和八木駅です。この駅で京都から来る鳥羽行き特急と連絡、3分停車です。相互に乗り換えできるので便利な連絡です。そんな小休止の後、大和八木を発車。三本松駅を通過して宇田川を渡れば三重県に入ります。まもなく名張に到着します。お出口は左側です。名張に停車です。少し雨が降っているようです。このアーバンライナーは次は伊賀神戸に停車します。伊賀神戸の次は津です。秘境駅の西青山駅を通過して新青山トンネルへ。伊勢平野に出ると伊勢中川の手前で名古屋線への短絡線、通称中川デルタ線に入ります。デルタ線の最高速度は50キロのようです。この区間をゆっくり走って運転士交代したのもすっかり昔話になりました。デルタ線も線路の付け替え工事をして昔よりも通過速度が上がりました。名古屋線に入って次の桃園までの特急の駅間最高速度は120キロです。津駅の手前で JR 紀勢本線と並走区間、キハ25の普通列車と並びました。津駅に停車中です。
反対側にもアーバンライナー。この列車は賢島行きのようです。白子に停車。この駅を過ぎて右車窓を見ると鈴鹿山脈が白く雪化粧をしています。撮影したのは12月中旬ですが、この冬は寒く雪が多いのかなと思った一瞬でした。一方でお天気はよく晴れています。今渡ったのは鈴鹿川です。近鉄八日市桑名と停車して長良川木曽川を渡って愛知県に入ります。2時間19分のアーバンライナーの旅もあっという間に近鉄名古屋に到着下車します。ちなみに近鉄で使用しました株主優待のこの切符、チケットショップで当月限りの12月末までのものが1750円、次の年の7月までのものが2100円でした。10年ぐらい前は1500円ぐらいだったと思うのですが、だいぶ相場が上がりましたね。この後乗り換え時間を利用して名古屋の地下街へチケットショップで名鉄の優待乗車証を購入して駅でミューチケットを購入。だいぶ手やりしていますが気にしないでください。この優待乗車証も12月末までと短期間のため1000円でした。名古屋と豊橋の切符でもう少し安いのがあると思いますが、時間の都合で店員さんが出されたこの切符を購入ということで、名古屋から豊橋までは名鉄を利用します。名鉄名古屋10時18分発の快速特急豊橋行きです。ピントが合わなくて失礼しました。先頭の展望車に乗車。最前列ではなかったのですが、金山まで前の席の方がいない状態でした。金山からの展望室はほぼ満席になりました。次の神宮前で運転手さんの交代がありました。神宮前を出ると中部国際空港へのミュース海が通る名鉄常滑線が分かれて行きます。現在走っているのはこの辺り。まもなく知立に到着します。知立駅は現在高架工事中で、完成すると近鉄布施駅のような2層構造の駅になるそうです。Please transfer at this station. The stop after Chiriu. 回してくれた。東岡崎駅到着時に名鉄のミュージックホーンが流れました。東岡崎を出ると快速特急の停車駅は終点豊橋まで止まりません。左手には車両工場の舞木検車場が見えました。高岡駅の元宿駅を通過。この駅の近くに東名高速の東名元宿バス停があり、以前利用したことがあります。豊橋がだいぶ近づいてきました。特急停車駅で豊川線が分岐する高駅を通過。まもなく東海道本線が近づいてきて JR 飯田線との共用区間を走ります。 JR の列車のみ停車の飯田線の駅を通過して豊橋駅に到着です。名古屋からの所要時間は49分でした。展望室のシートは前の景色を見やすいように背もたれが低めのようですね。ということで豊橋です。名鉄に乗ってきたので一旦改札を出ます。次の電車まで30分以上時間があるので駅前へ。行き交う人にどことなく師走らしいせわしさを感じる駅前でした。ここからは JR 利用になります。旧二俣線ホームをちょっと見てました。特急で東京ということなので新幹線を利用します。はい、新幹線も特急ですよね。こだま716号がちょうど到着でした。窓側はそこそこ埋まっていましたが、5号車に空きを見つけて座ります。先ほどの自動改札機は豊橋からの乗車券と自由席特急券を同しましたが、新幹線は静岡まで乗車するので
浜松から静岡までの自由席特急券も用意してあります。動詞で買うよりこの方が安いのです。静岡までは42分の乗車です。豊橋を発車。この乗車時間を利用してお昼をいただきます。豊橋駅で買っておいた天むすいなりの駅弁です。中はこんな感じ。いなり寿司2個と天むすが3個、厚焼き卵が1個、きんぴらとお漬物が入っています。あっさりとした量ですが、普段の私のお昼には十分です。美味しくいただきました。浜松に停車して通過待ち。こだまですが、走り出すとのぞみと変わらず時速285キロまで加速します。掛川に停車。ここで通路側にも座られて一つ開けて相席になりました。静岡県内のタンク間利用も結構多いですね。隣の駅までの自由席なら1000円以下で乗れますし、静岡県は横に広いからか結構需要があるのかもしれません。静岡県らしい茶畑がある風景を抜けていきます。大井川を渡り、静岡到着前チャイムが流れたあたりで右車窓に富士山が見えました。ということで静岡到着、下車します。静岡で下車のお客様すごく多いです。さて静岡駅の改札口です。浜松からの自由席特急券は自動改札機を通していないので未入居状態です。これで通れるのかな。通してみました。通れました。特急券がつながっていれば OK なんですね。賢い。静岡駅では乗り換え時間が1時間20分以上あるので途中下車。本当はここでお昼にしたかったのですが、まともにお昼の時間帯なので混雑していて間に合わないかもしれないので、先ほどの車内での駅弁にしたのでした。実際県庁所在地の静岡県のお昼時、もう人でいっぱいでした。お弁当にした選択は大正解でした。駅の北口に行くとちびまる子ちゃんのまる子が頑張っていました。名古屋栄のオアシス21の小さめ版のようなところもありました。南口では国鉄時代からの建物の JR 東海静岡支社が現役です。休憩がてらに駅ビル内のタリーズコーヒーで一休み。さて休憩を終えまして、次は13時45分発の特急富士川7号に乗車します。これに乗れば東海道本線で富士駅まで行けます。特急富士川の入線です。特急富士川に使われている371系、以前に快速ムーンライトながらで乗った以来なのでかなりご無沙汰してました。時間があったので簡易コンパートメントな座席を見学。発車を待っている間に名古屋の元セントラルライナーの車両が発車していきました。371系、前々から思っていますが、前のデザインが近鉄のスナックカーサニーカーに似てるだけでなく、車内の座席まで似た雰囲気です。網ポケットやインアームテーブルなどが雰囲気が近いです。富士川は静岡を発車しましたが、27分で富士駅に着くと身延線に入る際反対向きの運転になるので、座席は最初から後ろ向きにセットされています。清水駅に停車。この車両では乗降はなく発車します。清水と富士の間には旧東海道の難所である幸田峠があります。東海道本線は海岸沿いを通るので難所という雰囲気はありませんが、峠を避けるように海沿いを東海道本線と国道1号線、東名自動車道がひしめき合います。こうして間もなく富士駅です。左車窓にはてっぺんが少し隠れた富士山が見えました。富士駅に到着、下車します。
特急富士川はこの後進行方向を変えて甲府を目指します。さてこの後の乗り継ぎですが、すっきり特急乗り継ぎとするなら富士駅から新幹線の新富士駅まで移動して、この乗車券で新幹線を利用することが可能です。 JR の旅客営業規則に選択乗車の項目があって、こういう乗り方も可能と説明があります。私の旅はこの後の都合でここで少し普通列車に乗ります。14時59分発の熱海行きまで47分間の待ち時間。途中下車して富士山が見えるかと思い北口に行きましたが、こうなっていて富士山は見えません。南口に行くと見えました。車中から見たのと同じで、上の方で雲がかかっていますけど富士山です。富士山が見える富士駅、さすがです。富士駅は近くに製紙工場があって、他にも貨物需要があるので貨物の扱いがある駅です。新幹線や東海道本線に乗っていてもこの付近は工場をたくさん見ることができます。ということで富士駅から熱海行きの普通電車に乗っています。青春18切符が利用できる期間に入った土曜日ですが、車内の乗車具合はこの程度です。沼津駅に停車です。東海道本線上りホームの東中軒さんのお店はこの時間は営業を終えています。この駅で8分間停車です。そして三島駅に到着。この駅で下車します。今の時刻は15時半を過ぎました。次に乗るのは三島16時6分発の特急踊り子10号東京行き。平日は2本、土日祝日は3本だけ三島から東京へ行く踊り子号があり、これに乗りたいと思って富士から新幹線に乗り換えずここに来ました。この図は三島から踊り子号の停車駅です。大阪難波から5本の列車に乗り継いできましたが、あと1本乗れば東京にようやく行けます。30分ほど時間があるので途中下車します。南口の駅舎は富士山と三島大社の社をイメージしたものだそうです。隣にある伊豆箱根鉄道の駅舎です。駅弁を選んでいたらそろそろ時間なので改札内に入りました。踊り子10号は伊豆箱根鉄道駿豆線からやってきます。三島駅発着の踊り子はここのエグレトホームを通過することで知られています。ホームの途中で分岐器があるため、まっすぐだと車体の角がホームと当たってしまうので、こんな風にえぐり取られています。こうして踊り子10号が三島駅に現れました。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。この列車は5両編成です。この列車は熱海、湯河原、小田原の停車します。特急踊り子号は停車しています。なおこれはホームを削らないと当たりますよね。多分伊豆箱根鉄道の車掌さんからだと思いますが、 JR の車掌さんへ乗務交代引き継ぎ中です。私は E257 系に乗るのは初めてです。三島駅を発車です。この列車は特急踊り子10号東京行きです。次は熱海に停車いたします。朝7時半に大阪難波を出ましたが、9時間近くかけて三島を発車。日がもう傾いてきました。 E257 系は初めて乗ったので座席周りを観察。窓側のここにコンセントが1箇所です。網ポケット横にドリンクホルダー、座席背面の大きなテーブル、座席上のランプの案内です。緑が予約されているらしいのですが、私の席のランプは通路側も緑になっています。
誰も座ってないんですけどもね、乗り遅れられたのでしょうか。次の熱海から乗るのかもしれませんね。列車は長いトンネルの中を走っています。旦那トンネルですね。まもなく熱海に到着いたします。熱海に停車中です。熱海では8分間停車します。ここでは伊豆急下田から来る編成と連結作業があります。連結してボロもつながりました。バタリータも降りました。JR 東日本のエリアに入ったなと感じる発車メロディーです。熱海駅を発車。熱海を出て席に戻りましたが、お隣の席は空席のままです。湯河原、小田原と停車していきます。次の停車駅大船まで20分以上あります。坂川を渡っている時にひょっこり見えるのが富士山なんでしょうね。次の駅まで20分はあるので、ここで三島で買っておいた駅弁をいただきます。沼津香り真鯛寿司です。季節限定の駅弁です。昆布締めと炙り真鯛、わさびの葉と茎の酢飯を合わせたお寿司です。伊豆天城産の本わさびが入っており、小さなオルシータが入っていて、わさびをすりおろします。なのですりたてのわさびのいい香りとともに駅弁をいただけます。わさびの香りで美味しさも倍増、上品なものをいただいている感じがしました。おすすめの駅弁です。大船を発車したあたりでほぼ日が暮れました。網ポケットには伊東線、伊豆急行沿線の金目グルメマップが入っていました。食べに行きたくなりますね。こちらは伊豆ナビ限定クーポンや観光案内のサイトのご案内でした。この車両は特急草津、島、赤城でも使われるからでしょう。こんな案内も書いてありました。横浜、川崎と停車。この駅は品川です。次はいよいよ東京です。大阪難波を出たのが朝7時半。あれから10時間以上経過しました。ほぼ特急でしたが、のんびりした旅でした。ちなみにかかった費用は、普通に新幹線のぞみで新大阪から東京までの運賃料金だと、通常機で14,720円。今回のルートの合計が14,460円で、数百円だけ安くなりました。今回の旅は安く行くためのものではなく、道中を楽しむ旅ですけどね。新幹線で1本で行くとあっけなく2時間20分ほどで着きますが、たまにはこうやってゆっくり行くのも面白いかも。東京駅丸の内駅舎が見えてきて、東京駅到着です。10時間18分の大阪から東京の旅でした。特急に乗っているのにゆっくり行くのも変な旅かもしれませんが、ある意味これも時間を贅沢に使う旅。あちこちで途中下車も楽しめるので、一本で飽きなく行くよりも面白かったと思います。また変わった形で大阪から東京の旅もしてみたいと思います。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。